こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は外国人関連として動画をご紹介をしていきたいと思います。最近は外国人労働者の方が増えてきているかと思いますけれど、自分の会社ではどういった外国人材を採用したらいいのかどうかというのを迷う会社も多いのではないでしょうか。今回は代表的な在留資格としてですね、技術人文知識国際業務という在留資格についてご紹介をしていきたいと思います。外国人材の専門性ですとか感受性を活用して自社で雇用をして業績に貢献をしたい場合にですね、この技術人文知識国際業務の外国人材を雇用するというのは一つ、いいかと思います。今回はこの内容について解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、在留資格とは何なのかというところと、在留外国人の人数の推移についてまずは見ていった上で、今回ご紹介をします技術人文知識国際業務、長い在留資格名ですけれど、通称擬人国と呼びますけれど、この擬人国の在留資格について概要を見ていって、この擬人国の在留資格取得の要件について解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まず在留資格とはどういったものなのかですけれど、いわゆる日本でビザといいますと、通常世界で言われているビザというものと少し内容が違っておりまして、正しくはビザと言いますと査証という言い方になる。この査証ビザというのはですね、旅行先の国々の大使館ですね、在日大使館ですとか領事館が与えるその国に入国するための事前審査証というものがビザ査証という形になっております。ただ、日本で国内で一般的にビザといった場合にはですね、在留資格を意味することがほとんどということになっております。日本はですね、世界パスポートランキング第3位という状況になっておりますので、旅行先でその国に入国するための事前審査証というのがほとんど免除されている状況になりますので、あまりビザ査証という概念があまりないのかなというふうに思います。そして正式に言った場合のビザですね、こちらはあまりないんですけれど、外国人の方が日本でビザといった場合には在留資格を意味すると。この在留資格はどういったものなのかといいますと、外国人が日本に滞在するために必要な資格という形になりますので、日本に来るためにはですね、このビザ査証と言われるものと在留資格の2つが必要になってくるのが原則という形になります。そしてこの在留資格に関しましては、滞在の目的、活動の内容によってですね、それが働くためですとか、結婚をしたからと、そういったさまざまな理由があるかと思いますけれど、滞在の目的、活動に応じて、だいたい30種類ぐらいですね、在留資格というのが存在をしています。30種類資格あるんですけれど、1人の外国人に対して付与される在留資格というのは1つという形になっております。この在留資格、大きく分類をすると、就労系の在留資格と身分系の在留資格という形になってきます。必ずこちらで、分類されたものに、当てはまるわけではないですけれど、一般的に就労系の在留資格と言われているものに関しましては、認められた活動の範囲内で活動しなければいけなくて、在留期間に制限があるものが多い。また身分系の在留資格に関しましては就労制限はないという形になりますが、一部はですね、在留期限に制限があるものもあります。そして在留外国人の人数の推移ですけれど、令和4年度末においては過去最高の307万人をという形で300万人を突破をしているという状況で、新型コロナウイルス感染症が収束した後ですね、日本に在留する外国人の方がどんどん増えてきているという状況ではあります。この307万人の外国人のうち、今回ご紹介をする技術人文知識国際業務の在留資格、擬人国でいる外国人の方というのは約34万人いるという形になっておりまして、その他の在留資格と比べてみますと、永住の方というのが86万人と、そして技能実習の方が32万人、留学の方が30万人という形になっております。今回ですね、
育成就労制度というのが創設されたという形になっておりますので、今後永住者が増えるというところに伴って永住権の取り消し制度という議論も進んでいる。また外国からの留学生も増やしていこうという取り組みをしているので、留学生もどんどん増えてくる。技能実習は廃止になりますけれど、育成就労制度というのができて、この育成就労制度と特定技能制度を合わせて今後5年間で82万人の外国人労働者を受け入れていこうという形で、在留外国人の人数は今後もっともっと増えていくという形になっているかと思います。そんな中でですね、技術人文知識国際業務という在留資格ですけれど、この在留資格を取得することによってどういった仕事ができるのかになります。この技術人文知識国際業務、それぞれ3つに分かれているんですけれど、技術として資格を取った場合は、いわゆる IT 系のエンジニアですね、機械系、電気系といった技術者ですとか、あとは研究開発職の方が、この技術人文知識国際業務の技術として在留資格を取得をするという形になります。また人文知識に関しましては、経営企画、経理、財務ですね、そして総務、人事、商品開発、そういった業務を携わると。また国際業務に関しましては、一般的に一番多いのは通訳だとか翻訳だとか外国語の語学教師、こういった方が多いのではないかなと。あとは国際的なグローバルの会社で海外貿易をやっている場合は、海外貿易業務などを担うケースも多いかと思います。そういった中で、この技術人文知識国際業務でやってはいけない、できない仕事というのもやはりあります。それはですね、やはり一般的な受付業務としての事務です。あとは工場、物流なんかにおける食品の製造ですとか、ホテル、旅館における配膳、清掃、そしてコンビニにおける接客等になってきますけれど、こちらはですね、技術人文知識国際業務では認められていませんけれど、他の在留資格で認められているものもありますので、そういった業務を担わしたいという場合は、他の在留資格を検討してもらえればと思います。では、この技術人文知識国際業務、技人国ですけれど、取得するためにはどういった要件があるのかといいますと、全部で6つの要件が定められております。まずは職務要件としてですね、やはり技術や事務知識においてはですね、専門的な知識があって、それが働く会社の業務に関連をしていること、そして国際業務に関しましては、外国人ならではの思想だとか感受性が必要な業務に従事をするという形で、その外国人の方の持っているその知識、技能、そういったものが職務と関連性があることというのが必要になってくる。また、学歴職務要件に関しましてはですね、国内外の大学を卒業していること、そしてもしくは日本の専門学校、専門士を卒業していること、そしてもしくはですね、10年以上の実務経験があることという形になっております。この国内外の大学卒業のケースと日本における専門学校を卒業していることではですね、ちょっとここはですね、業務との関連性の審査の難易度、厳しさが違うんですけれど、令和6年3月の告示におきましては、日本の専門学校出ている場合にはですね、一定の要件を満たした認定の専門学校の場合は、外国人のその業務との関連性を少し緩やかにするという通達が出てきております。一定の要件を満たした認定の専門学校というのはですね、外国人の留学生の割合が2分の1以下であるだとか、就職率が 90% 以上、そういった場合にはですね、技術人文知識国際業務の在留資格申請において業務との関連性ですね、それを柔軟に判断するという形になっております。また給与に関しましては日本人と同等以上という形になりますので、これはですね、この在留資格に限らず他の在留資格も同様という形になっております。また、雇用契約がきちんとあることという形ですが、この雇用に関しましては派遣であっても請負であっても構わないという形ですけれど、あとは会社ですね、働く会社の状況ですね、こちらの経営が安定をしていることという形になりますので、働く会社の赤字決算なんかの場合は少し審査が厳しくなってきたり、あとは事業計画とかを提出しなさいというケースも出てきます。そしてその他にですね、素行要件ということで、もちろんですけれど、その外国人本人に前科があったりとかいう場合には在留資格が認められないケースがありますので注意が必要です。
そして最後に注意点のまとめですけれど、職務内容についてはですね、形式的な職種の名称ではなく、実質的な職務の内容が重要視されますので、その職務の内容ですとか頻度、業務量などをですね、実証資料として添付することが必要という形になっております。今回ご紹介をした技術人文知識国際業務ですけれど、こちらは平成26年の入管法改正で、もともとあった人文知識国際業務というものと、技術という在留資格が、この2つが1つに統合したものになってきております。そしてですね、人文知識国際業務に関しては、いわゆる文系、技術に関しては理系という形になりますけれど、人文知識国際業務、文系ではありますけど、その内容ですね、そこに関しては微妙な違いがありますので注意が必要です。在留資格の申請においてはですね、自分自身のこと、そして働く会社で行う職務のことをですね、しっかり説明をして、在留資格の許可を取得してほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。